人人お日様の戸口人人八百万この世の中に800万ほど溢れ返っている照明器具あの手この手で照らしてくれるなるほど便利な照明器具テクニックメソッドレクチャーセミナーノーレッジトレーニングいろいろあるね八百万多すぎ800万多すぎ人工の照明アーティフィシャルライト照らせる範囲が限られているね人工の照明アーティフィシャルライト電池が切れたらはいもうおしまい人工の照明アーティフィシャルライトお日様が昇ればお役目ごめんさ人工の照明アーティフィシャルライトお日様はいつもたった一つで照らす範囲広い寿命やたら長い人人お日様の戸口人人お日様の戸口これからはお日様の戸口になって自ら照らす自ら晴らすなんてのはどうだいこの世界トレジャー実際ナチュラルライトナチュラルライトで全部オーライトやっほーお風呂上がりのトレジャーじいさんだよ詩人でダンサーだよ本日のトレジャーは人類の三大特性文化の基盤はこの3つということで人類だよね人類ですよねこの動画を見ている人たちはみんな人類に属してるみんな人類という種だその特徴は何なんだろう他の動物と何が違うんだろう、ここで、じいさんがとっても大好きな尊敬しているセバスチャン・サルガドのジェネシスという写真集、登場してもらいますはいね、この方たちわしら、お家でね、こんなお家に暮らしてる人たちもみんな共通して同じ特徴を持ってんだねこんな人たちもこんな暮らしをしてる人たちもいるねそれからこんな風にね踊ってるのかにゃ人類みんな共通して持っていて他の動物と違っているのは一体どこなんだろうねえわしらとみんな同じ人類ですどこなんじゃろうねそれはということで今日のポイントは3つ最初に言っちゃいます1つ言葉言語の使用2つ直立二足歩行3つ受け継ぐ道具この3つねもうここで全部察しがついたよって人はそうだよなそれが人類の強みだそしてそれが人類の弱みだこれから言おうとしていること全部わかるっていう方はここまでで大丈夫ここから少し細かな解説になっていきますまず1つ目言語の使用言葉喋ってます人はね私は何々であるって自分を定義できるんだよねでこの世界は面白くて素晴らしくて楽しいところだ自分はやる気になれば何だってできる自分イコールできる世界はこういうところみたいに言葉で定義をするっていう特徴がありますそれも単なるにゃおワンワンというような、情緒を表すような言葉だけではなくという言葉というか音声だよねこれはねわしらは論理構造を持った言葉を使用してるんですねもう一度言うね私は何だってできるどうせ私なんかこれ言葉なんだよね世界はとっても怖いところだ恐怖に満ちているこの世は地獄だみたいに言う人もいればこの世界ってほんと素晴らしいいろんな光に満ちてるよねいろんな色に満ちていて富にあふれてるよねみたいに思う人もいるこれ全て言葉で定義してるんだよね論理構造で A は C だ S は D だみたいな感じで頭で定義して世界を見てるこれ人類の特徴ですそして人類の不思議なところ言葉で定義した通りに情報を得て
自分たちの能力を変化させて周りの環境に適応していく。言葉でなんと定義した通りに遺伝子スイッチオンになっちゃうんですね。不思議な生き物ですね。こんな動物他におらん。2つ目のポイント。2つ目は直立二足歩行。他のね獣はねだいたい四つ足で歩いてるね。たまにおこじょとか猿とか2本足で立つ獣もいる。それは人間はひたすら移動するとき2本足で移動する。なかなかこうやって移動する人はいないね。えそうするとどうやらこれがね言葉の発達、言葉を使うようになった中枢神経の発達に一役買ってたんじゃないかって人たちもいる。2つの足で歩いてるうちにこの手が自由になってきた。そしていつも背骨を立てて脊椎を直列させるようになった。雨土垂直に貫くように生きるようになった。フリーハンドだ。こんないろんな踊り方ができる。こんな踊り方をする動物はなかなかおらんよ。そしてうっかりするとピキーンまっすぐに立てたまま首肩こわばらせてしまうってのも人類の特徴だってね。前足でいつも歩いてたらそれは首も肩も全く凝りませんよね。直立二足歩行によって人類が獲得した強みと、そして何かを失ってしまった弱みとあるんですね。そしてポイント3つ目。これは棚心、指と手のひらを合わせて棚心って言いますね。この棚心がフリーになったんで棚心がめちゃ発達した。道具を生み出して石を割って結んで縛って削って道具を生み出して、この棚心の延長上にいろんなものを、便利なものを生み出したんですね。今住んでいるお家だってそうでしょ。食べる時の食器だってそうでしょ。人が棚心で作っているんだよ。そしてその道具をね、次の世代に受け継ぐことができる。何か必要なこういうものがあったらいいなっていう思いが最初にあった。その思いを次の世代に受け継いで物として残していくことができる。なんということだ。動物はね、次の世代まで物を受け継いだりできないんだよ、なかなか。それが人は家を受け継ぎ、城を受け継ぎ、ね、飛行機を、自動車を受け継ぎ、俺が死んだらあの自動車お前が運転してくれ。こんな動物いないんですよ、他に。でその分とっても便利でね、物のおかげでとっても便利で一見豊かになったようでいて、物に振り回されて、時には武器、兵器、危ない道具まで作ってしまった。20世紀人類がね、世界を大きく変えたこの地球をどんな風に変えたか、なんとなく身に覚えありますよね。ということで今日は大雑把にわしら人類って一体何なんだろう、わしら人類の特徴は何なんだろう、そもそもわしらの文化っていうこの人類がなるべく心地よく楽しく面白おかしく暮らすために人類が発明したこの文化ってもともとは何なんだろうっていうところを、お話ししてみました。基盤は3つある。全ての文化にこの3つの基盤が行き渡ってる。人類の3つのこの特性を生かして全ての文化を人類は作り出してきたんですね。さあ明日はこの人類が3つの特性を手に入れてしまったゆえの弱み、ここをお話ししようと思います。強みは分かりますよね。喋れてよかったね。お笑い番組聞いて笑えるねえ。ユーモア楽しめる。そしてねえ、いろんな踊りを二足歩行で楽しめるようになった。上半身フリーですからね。そして道具、今すげえ動物から考えたらね、ありえねえようなその
デスクトップ、パソコン、スマホでこの動画見てるわけですよね。道具、素晴らしい道具は人類はたくさん生み出してしまった。そう、自らの首を絞めるような道具もまた生み出してしまったかもしれない。明日はその辺の話をしようと思っております。お楽しみに。